ご存知、私は江戸川慶子屋さんですよ。それで慶子のリーディング、例えば祈りなんかはキリスト教の祈りがいっぱい、祈り方ですね。ですから慶子の祈りっていうとキリスト教の祈りになるんですね。でその辺も含めて私は神の話をあんまりしない、神仏の話もあんまりしない、神と仏と同じだと思ってくださいね。ちょっとした感覚的な差があるだけで全く同じものですね。意識、命、あるいは創造主と言いますね。創造者ですよ。で私たち実は神なんだね。この話も何回もしてるからお分かりですけど、神の名前っていうのは I am that I am なんでしょう。ということは私は私というのが神の名前かな。だから神ですね。それで面白いことにね、お正月になるとその神が私にいろんなことを話しかけてくれるんですよ。それが面白いねという、その話ちらりとしますよね。それから神様、仏様というとすごく大真面目にみんな取られるんだけど、実はねものすごい面白がり屋さんだね。これすごく面白いかな。ちょっとこう一つ言いましょうかね。私は神と話をすることができる、皆さんできるんですよ。ただ皆さんはそういう体験を選択してないから神と話をするっていうとなんかとんでもない大変なことのように思うんだけど、神って一言で言うと自分が神だから、神ってここにいるよという感じかな。でそれを目的にして問いかければいいだけですよ。で例えばですね重複するかもしれません。神様はねいっぱい神様はいますね。そして日本国は特に神だらけですよ。神様いっぱいいるんだけれども、例えばお正月になって皆さん神様のところへね初詣にいらっしゃる時にですねお不動産へよくいらっしゃる方がいる。いらっしゃるって大勢の方お不動産いらっしゃいますね。節分の時も行きますね。お不動産でも私はお不動産とあんまりお近づきがない、変な言い方お不動産って声かけたことがないのでね、もうこれ20年も前ぐらいだと思うんですけどね、この話は。でお不動産に会おうと思って、これも面白い。お名前を言わないと神様はやってこない。呼ばないとダメなんですよね。神様って自分は神様だからね、これそういう意味じゃなくて、お不動産って言うとお不動産って呼ぶとねすぐ来る。相手は時間と空間がない世界の存在ですからね、すぐやってくる。でお不動産って呼んでみたらねすぐやってきた。こういうのね瞑想中か眠ってる時にやるんだよね。ですから瞑想し慣れてると神と話をするのほんと簡単で、お不動さんすぐやってきた。で私来たらびっくりした。お不動さん提灯だよ。こう提灯こんな格好して中にオイルが、江戸時代特にそうだけども魚油、魚の油を日本では使ってたんでしょうね。提灯と思った。でも瞬間私分かった。要するにお不動産でねもう一言で言うと神と話する時にね一瞬で全部終わるんです。時間と空間がない世界だから一瞬で終わるんですね。で提灯だと思ったらすぐ分かった。でね本当のこと言ってねこう涙が出る。
感じだったね。嬉しいね、不動産私といつもいてくれて。何言ってるか。私は夜山を飛んで歩くのが趣味ですよね。ものすごく危険。若い時からそうですけど。でどうしても明かりがいる。でお不動産わざわざ提灯として出てきたのは、懐中電灯っていうと神らしくないから提灯として出てきたんだと思う。面白がってるの。いいですか。神様ってね、面白がるかな。あるいはもっと言うと簡単に説明するかな。一瞬で説明してくれる。で提灯、足元を照らす。夜山へ行く、あるいは危険なところへ夜行く時に足元照らさなければいけないよね。危険だから。この世の中で人生やるのも危険だから、お不動産はいつも私たちの足元を照らしてくれてる。嬉しいね、嬉しいね。でいつも一緒にいる、一緒にいる。私たちの足元を照らしてくれる、てる。で私は足の指先で喜ぶと、こんな感じですね。これまたお話ししたかもしれないね。お話ししてもまた言いますね。はい、何年か前お正月のですね、第一日曜日にここで瞑想会がありますね。その年の瞑想会やるときに上りが立ってた。実は私見てる方向、今ビルが建ってね、太陽が当たってますけれども、ここへ20年前に来た時には森が見えてた。これがこのところはね、早稲田というところはこの森が多いんですよね。そしてその森がね、今公園になってる高田の馬場という馬場だった。馬場が見えてたんですね。そしてその馬場の向こうにお稲荷さんがある。有名なお稲荷さんですね。この辺では水稲荷、水という水稲荷というお稲荷さんですね。私小田原に住んでる時は小田原駅のそばにはね、大稲荷さんって言ってね、大きな稲荷って書いた大稲荷さんってあって、そこへで私は駅へ行くと通り道でしたね。大稲荷さんの中を通って行ってましたけれど、で大稲荷さんちょっと遠いんでね、遠いったって5分ぐらいで行けるんですけれども、普通になかなか行く機会がないんです。で上りが立ってる。例によって赤い上りがね、お稲荷さん初詣にどうぞと言うんですよ。で瞑想中に私が皆さんにこう言ったんですね。時間と空間がない世界に私自身も住んでますんでね、これから瞑想しますけれどね、上りが立って初詣にって言って書いてあるんでね、ちょっと初詣に行ってきます。歩いていくんじゃないんですよ。瞑想中に行くんです、ここで。と言って瞑想を始めたらね、お稲荷さんすぐ来た。そしてね、面白いことを言った。何度も言いますね。面白がる。これ神様の一つの特徴ですね。でお稲荷さんがね言ったのはこういうことですよ。私のとこへ来る時にはというんです。私のところへ来る時には、このお稲荷さんって普通赤い鳥居がいっぱい並んでるでしょ。その鳥居をねくぐる時にはね、過去の嫌な思いをね水に流してって言うんですよ。水稲荷だからね、水に流して、次の鳥居また嫌なことを思い出したら水に流して、また次の鳥居忙しいね。要するに何でもかでも水に流しちゃうんだね。で流してお参りしますと、私国が高知なもんだから、高知の人は高知弁土佐弁でね、祈るというとね、家に帰る時だけ祈るって言うんですよ。学校に帰る時祈ると言わないんだね。自分の家に帰る時だけ祈るという。
それでお稲荷さんっていうんじゃないかね。要するに自分自身になりなさいよということです。はい、お稲荷さん同じこと言った。そしたらあなた自身と出会いますよ、もう一言。あなた自身に気がつきますよ、もう一言。あなた自身をね生きることができますよとそう言った。すごいこと聞いたね。で、ああ、お稲荷さんってそういうことか。自分自身に帰る、あるいは神に帰る、あるいは本来の魂、潜在意識、存在そのものになる。もちろん神と一緒になるとこういうことですね。それでちょっと長くなるけどね、それで皆さんに申し上げたんです。ね、お稲荷さん行ってきましたよ。で、お稲荷さんがこう言いましたよ。今言った通り言った。そしたらご質問があった。福田先生、お稲荷さんなんでね、うちの神社は狛犬さんがいますね。狛犬さん、狛犬さん、うんって言ってね、言いますけれどね、なんで狐なのっていう。そういうこと私一切知らない。神様はいつもね、一緒にいるけど、そう知らない。じゃあまたね、瞑想してね、今度は、その狐に聞いてみましょうよ。何度も言いますね。私、狐と話することできるんですよ。ですからね、自信があった。で、瞑想したらね、私はもうすでに水に流しちゃったんで、過去の嫌なことを全部水に流しちゃったんで、お稲荷さんの祠の中にいる白いの着てます。この治療着かもしれない。あるいは神主さんが着る滴れっていうんですかね、あれかもしれない。とにかく白いの着てた。そしたらね、私の前、要するにお稲荷さんになっちゃったんですね。自分に帰ったからお稲荷さんになっちゃった。このくらいの距離にね、大きな白い狐がね、向こう向いて座ってんですよ。大きいの、こんなでっかいの。これでね、狐に言ったの、こっち向いてよって言うけどね、狐知らん顔してんの。何とも言うけど、私動物と話できるんでね、俺と思ってね、はっと思った。何がはっと思ったかというとね、もうお尻の格好の可愛いことにと向こう向いて座ってるけどね、可愛いなあとこういう感じなんだね。それで瞑想おしまいになったの。こういったことっていうのがね、それでおしまいじゃないんですよね。これ夏になって実際にお稲荷さんとはいつもお話しすることができる。でもお稲荷さんになかなか行けないんでね、夏の終わり頃お稲荷さん行った。この時ね、多分お祭りがあったんだと思う。2日間ね、水稲荷のお祭りがね、それでいよいよお祭りの最後の日の夕方になってというより夜になっていった。はい、森がいっぱいのところなんでね、蚊に刺されながら行きましたね。そして狐を見たら、あれ白狐でふっくらしたお尻の狐じゃないんだね。左側の狼ごめん、狐でもね、黒狐なんでね、狼に見えたな。狼と考えてもいいんですよ。狼と考えてもいい。でもまあ狐、巻物を加えてんの。巻物って何だと思う？言葉ですよ。言葉を大事にしなさいよと、こういうことですね。言葉をこう差し出してる。でもね、2頭ともね、怖い顔してるの。怖い顔してるね。で私はその白い、私の瞑想中に出てきた狐、ひょいと思い出したら、狐がね笑ってね言ったね、やっと来てくれたねっていうの。何やっと来てくれてるねっていうかというとね、要するにそういった嫌な人に出会った時に、嫌な体験した時に、要するに狼みたいな怖い顔してる人に出会った時にね、その可愛いね、いいですか、白い狐さん、尻尾だけ見てお尻だけ可愛かったんだけれども、それを思い出すんですよ。可愛いね、嫌な人だね、なんでこんな嫌な人がいるのじゃなくてね、可愛いね、冒頭からそれあるの。
この嫌な人かわいいね。そうするとコミュニケーションね、お話が通じるよ。嫌な人に対してもお話が通じるよというのを教えてくれたんだよ。2回に分けてね、白いキツネの時と黒いいやらしいキツネの時とね、それでにっこりね、かわいいね、黒いキツネちゃんかわいいねってこう言ってお尻撫でてきた。これが一つの生き方かな。それでおかげさんで、それから私は嫌な人に出会った時に嫌な人と感じるんですよ。嫌な人だな、あるいは嫌な人のね、見聞ニュースなんかで聞いた時に嫌な人だなって感じるの。でも私はお稲荷さんにちゃんと言われて「かわいいね、かわいいね」って言って対応してます。